皆さんこんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日は高温ミニ食パンを作ります。100均の型を使って可愛いサイズのミニ食パンにしてみました。卵、バター、乳製品は使わなくてもご覧の通りしっとりふんわりもちもち食感は次の日も続きます。コーンの入れ方などいくつかポイントがありますので最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料です。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、水、太白ごま油、そして缶詰のコーン。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。分量の水の中から大さじ2杯ほどを取り分け、40度くらいに温めていきます。はい、ちょうど40度くらいですね。触ってみるとお風呂ぐらいな感じがベストです。この中に分量の砂糖の中から1つまみ、だいたい 1g ぐらい、そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと泡が立ってくるまでこのまま室温に5分から10分ぐらい放置します。ちなみにただいまの室温は28度です。はい、イーストの予備発酵が終了しました。5分でこんなにブクブクに発酵しています。これを生地を作るボウルにくるくると回転させながらジャッと入れます。そうするときれい。常温の水、この仕込み水の温度は季節によって変わります。先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。だいたいの量で大丈夫です。混ぜます。ちょっとね、いつもより粉がいっぱい入っちゃってもったりした感じになってますけど、これでも大丈夫です。よく混ぜて粉が見えなくなって、このように滑らかになったらこれで OK です。粉をね、いっぱい入れすぎてもったりすると泡立て器についた生地が取りにくい。もうちょっと粉が少なくてもよかったです。蓋をしてこのまま10分室温に置いておきます。はい、10分経ちました。太白ごま油を加えます。今日は太白ごま油を使っていますが、香りのない植物オイルなら米油や菜種油などでも OK です。軽くなじませます。今日はね、植物油を使ってますが、試作でバターを入れて作ってみたりもしたんですが、植物油の方が私はこのパンは合うような気がしました。で、残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間、容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。今日はね、この後コーンを混ぜるので気持ち固めの生地になっています。はい、1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じ。いつもよりね、少し固めな感じです。ボウルの周りをきれいにします。で、ヘラについた生地もきれいに落とします。で、下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。はい、これで OK。 蓋をして20分室温に置いておきます。寒いなと感じるときは30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。コーンをどのタイミングで入れようかいろいろ試してみたんですけど、このね、20回折りたたんだ後に入れるのが一番やりやすかったです。先にね、コーンを入れてしまうとこの伸ばして折りたたむの時にコーンがもうポロ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 飛び散ってなかなかうまくできなかったんですね。
なのでこの後コーンを混ぜ込みます。私は食パンを作るときは1回目のパンチで20回ほど折りたたむようにしています。そして3回パンチをするようにしています。はい、20回ほど伸ばして折りたたんだら、ちょっとだけ生地をこんな感じで広げます。そしてよく水気を切った缶詰のコーン、私はね最近このさらしを使って水気を切るようにしています。もちろんキッチンペーパーでも OK です。さらしがねすごくいいんですよ。エコだしね。でコーンが入ったらこんな感じで混ぜ込んでいきます。コーンが潰れてしまうとお水が出ちゃうので、潰さないようにこう優しく優しく混ぜ込んでいきます。この後もねパンチをしますので、その時に混ざるので完璧に混ざらなくても大丈夫。生地の表面を張らせるような感じで整えていきます。こんな感じで OK です。蓋をして20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。コーンがいっぱい。コーンの水分が少し出て生地がね少し緩くなったので伸ばしやすいと思います。できれば20回ぐらい折りたたみます。こんな感じで伸びなくなったらこれで OK です。生地の表面を張らせるように整えます。はい、蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。パンチはこれで最後。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして今度は 5,6 回折りたたみます。3回目のパンチは伸びにくいので 5,6 回で OK です。表面を張らせるように整えたら2倍になったのが分かりやすいように表面を平らにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。通常は30度から35度くらいの暖かいところで発酵させますが、今日は室温が高いのでこのまま室温に置いておきます。だいたい30分くらいから様子を見たいと思います。一次発酵が終了しました。2倍くらいの大きさになるのに35分かかりました。生地の状態はこんな感じ。では重さを測ります。 458g でした。ガスを抜いて今日は10分割にします。なるべくコーンを潰さないように分割します。では同じくらいの大きさに重さを揃えます。 46g ぐらいに重さを揃えました。では丸めます。両面に薄く粉をまぶします。この生地はすごくベタつくのでしっかりと手粉を使った方が丸めやすいです。綺麗な面が表面になるようにします。四隅をこう集める感じ。こんな感じで OK です。濡れ布巾をかぶせて10分ほどベンチタイムを取ります。本日使う型をご紹介します。おなじみダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型です。
これはこの下の方にね、小さくナンバー9って書いてあります。8枚入りのもので、アルミパウンドケーキ型の中の一番小さいサイズです。これを5枚使います。型の内側に植物油を塗ります。このね、側面にくっつきやすいので、側面にもしっかりと塗っておきましょう。私はいつもの太白ごま油を塗っていますが、お家にある米油や菜種油、無塩バターなど何でも OK です。これで型の準備ができました。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。ベタつくので、このようにカードを使うと移動しやすいです。両面に薄く粉をまぶします。で、今日は綿棒を使わないで指先で軽くガスを抜きます。で、ひっくり返してきれいな面を下にします。まず一巻き、ここを張らせるような感じでもう一回巻きます。で、巻き終わりをつまんで閉じます。で、端と端をくっつけてつまんで閉じます。これで OK。 もう一個やります。まず芯を作って、もう一巻き、ここを張らせるような感じでキュッと巻きます。で、棒状になったらひっくり返して巻き終わりをつまんで閉じます。そしたらこの端と端をくっつけてまたつまんで閉じます。これで成形が終わり。型に入れます。型に入れるときはこの輪っかになっている方が外側、輪っかになった方が外側、そして上から軽く押さえます。これで出来上がり。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。今、ちょうど型の高さぐらいになっているんですが、型から2センチぐらい出るまで発酵させます。少し表面が乾燥しているので霧吹きで表面を湿らせます。今日は濡れた布巾をかけると全部生地がくっついてしまいますので、乾いた布巾をかぶせます。35度で30分ぐらいから様子を見ます。途中で生地が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。では行ってきます。はい、30分で出してきました。オーブンは190度に予熱をスタートしています。型から1.5 センチくらい出ています。2センチくらい出るまで室温発酵に切り替えます。予熱に時間のかかるオーブンの場合はもう少し早めに出して室温発酵に切り替えてください。乾いた布をかぶせて予熱が完了するのを待ちたいと思います。はい、余熱が完了しました。私のオーブンは予熱するのがすごく早くて、今日は190度になるのに約5分でした。で、生地の状態を見てみます。ちょっと見えにくいんですが、予熱する間にまた少し大きくなって型から2センチぐらい出ましたので、これで OK です。今日は粉を振って焼きます。本当はね、190度で焼きたいところなんですが、このダイソーさんのアルミパウンド型は耐熱温度が180度なんですね。なので180度以上では焼かないようにしてください。もし型を使わないで丸パンにする場合は190度とかね、200度で焼いても大丈夫です。では180度で15分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で15分焼きました。10分ぐらい経ったところでこのようにアルミホイルをかぶせて焼き色を調整しました。ちょっと取り出しにくいのはこうやってね、シフォンヘラとかをちょっと挟むと簡単に取れます。はい、これで完成です。皮
かわいいサイズのコーンミニ食パンはいかがでしたか？今回は季節を通して作りやすいように缶詰のコーンを使いました。シンプルな材料だけで成形も簡単なので、ぜひ一度お試しください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンをポチッと押していただけると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。